今回はタロットカードの小アルカナワンドの騎士のカードの意味をもとにお話ポンが独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第25話スタートです。カード名ワンドの騎士。テレビに映し出されているそれは私の全く知らない世界。美しい女性や容姿の整った男性、彼らは画面の中で殺人を犯したり恋に落ちたりを繰り返していた。さっきまで別のチャンネルにいた人が今はこっちの番組にいる。それが子供の頃とても不思議だった。母にどうしてなのかと聞くと笑って教えてくれた。これはドラマだからね。だから殺人を犯しても別の番組では楽しそうに笑ってるんだよ。小学校の1年に上がったばかりの私はドラマの世界に見入られ、そこに繰り広げられるストーリーにはまり込んでいった。ドラマや映画の中には多くの物語があり、演技をすることで別の人間になれる。全く別の人生を生きていけるのだ。それがお金持ちであったり、貧乏でありながらも成功の道へと歩んでいったり。母はそんな私を楽しそうに、また愛しそうに見ていたが、私はただただ女優への憧れを強くしていった。そしてその憧れを確固たるものにしたのは中学に入ってからの部活動だった。小学校の時にはなかった演劇部が中学にはあり、私は一目散に入部した。舞台に立ちたい、演技がしたい。中学では年に1回の公演が行われたが、全校生徒が集まる中で私が主役を張れることはなかったが、それでも楽しかった。舞台セットも自分たちの手作りで、衣装も考えて作った。家庭科の授業は嫌いだけど、衣装を作ることだけは楽しかった。こうして中学を卒業すると演劇部のある高校へと進学した。演技がしたい。ただそれだけのために。高校に入ると中学の頃の部活とは大きく違い、さらに専門的な練習が必要となった。発声練習や基礎体力づくり、中には台本を書ける部員がいて、先輩を中心にキャスティングされていく。いつか私も舞台で主役をやりたいと夢を見ていた。そんな時、友達が言った。ドラマのオーディションがあるんだけど、一緒に受けてみない？見せられたそれは、新作ドラマの主役オーディションだった。新人発掘が目的とされたそのドラマは学園もので、出演者も有名どころばかりだ。そのため新人が入っても何の問題もないということなのだろう。オーディションに受かれば演技のいろはから教えてもらえるわけだ。そして頑張り次第では夢の女優になれるのだ。私は一も二もなく友達の誘いに乗った。とは言ってもオーディションの場所は東京で、私が住んでいるのは地方だ。東京までは電車で行かないとならない。となると電車代が必要となる。うちの学校はバイト禁止。学校に内緒でバイトをしていたのが見つかれば即退学なのだ。そんな危険を冒してまでバイトしようなんと思う生徒はいない。もちろん私も同じことだ。ということは電車代や昼食代を自分の小遣いから出さねばならないが、少ない小遣いは毎月発行される演劇雑誌などに費やされる。
それも結構な金額になるのだから、残っている小遣いなどスズメどころかミミズの涙だ。それならば親に出してもらおうと私は母に相談を持ちかけた。ところが、オーディション？母はオーディションと聞いただけで眉根を寄せた。これに受かれば演技の勉強もできるし、女優になれるかもしれないの。私は母の顔色を見ることもせずに、ひたすら自分の夢が実現するだろうことを話した。しかし母は、何をバカなことを言ってるのよ。女優なんてあんな水物商売。たとえ女優になれたとしても、売れるかどうかもわからないのよ。そんな夢を見ている暇があったら、しっかり勉強していい大学に入って高級取りの旦那さんを見つけることよ。女の幸せは結婚して子供を産むことなんだから。と言ったのだった。母は若い頃に夢を持たなかったのだろうか。確かに父と結婚して私と妹を産み、子供を育てることで幸せそうだ。家庭を大事にし、父と喧嘩しているところなど見たこともない。だが母はそれで幸せなのだろうけど、私には小さな頃からの夢がある。結婚するよりも子供を産むことよりももっと大きな夢。女優になって舞台に立つことこそが私の最大の夢であり、最高の幸せのはずだ。とにかくお母さんはそんな夢物語のためにお金は出しませんよ。どうしてもというのなら大学を卒業してちゃんと働いて自分のお金でやりなさい。そんなことをしていたら芸能界に入れるチャンスを逃してしまうじゃないか。母が反対するのならば父に相談してみようと思った私は、父の帰宅を待って相談してみた。ところが父も母と同意見で、芸能界のような世界に大事な娘が進むことは嬉しくないと、私の話など全く耳を貸すことはなかった。東京に行くための交通費を手にすることのできなかった私は、今回のオーディションを諦めることとなったわけだ。もちろん全てを諦めたわけではなく、大学に行ったらバイトして次のオーディションには必ず行こうと決意していた。結局高校の部活という舞台だけで我慢するしかない私は、とにかく演劇の学べる大学を目指して勉強し、見事合格した。両親は私がその大学を目指していた理由を知らない。何せ知名度だけは高く、親はそんな大学に合格したことだけで有頂天だったのだから。ところが大学は東京にあった。そのためアパートで一人暮らしをすることになったのだが、もちろんそれも計画のうちだ。両親は大学の知名度だけで喜んでいたので、まさかそんな落とし穴があるとは思っていなかったようで、かなり渋っていたが、私はせっかく受かったのだからどうしても入学したいと言い張った。サラリーマンの父の給料で大学の費用だけでも大変なのに、アパート代に生活費までは難しかったのかもしれない。それでも母もパートに出ることと私もバイトをすることで、なんとか大学の4年間を乗り切ることとなった。ただ私が大学を卒業する頃には妹が大学に進学するわけだ。ということは向こう8年間、両親は学費のために必死にならないと生活できないことになる。さすがにそこに思い至ると私の両親は痛みを感じたが、自分の夢を諦めることのできない私は大きく胸を膨らませて東京へと旅立ったのだった。初めての一人暮らしは快適そのものだった。今まで妹と一緒の部屋で何をしていても妹に見られていたため、好きなようにはできなかったが、今は誰の目も気にせずに好きなことができるのだ。
節約のために自炊しているが、栄養を考えて作るなんてこともしない。食べたいものを食べて、寝たい時に眠る。大学に行きながら講義のない時はバイトをしたり、友達と遊んだり、休みの日には映画を見に行ったり、演劇を見に行ったりもした。友達も自然と演劇好きが集まり、会話の中心はいつもドラマや映画、演劇の話で盛り上がった。こうして私の青春は謳歌されていった。大学2年になったある日、いつものようにバイトに行こうと駅前を歩いていた時だった。背後から声をかけてきた者がいた。道でも聞きたいのかと振り返ると、スーツ姿の男性がそこにいた。君はどこの大学？唐突に切り出され、後ずさりすると、男性は笑いながら言った。ごめんごめん、急にこんなこと聞かれたらびっくりするよね。あんまりにも綺麗だったから、つい。綺麗と言われて喜べないのが辛いところだ。というのも、女優になりたいとは思っていても、決して私は美人ではない。いわゆる住人並みというところだ。だからって特徴のあるブスというのでもないのだから、どっちつかず。女優になることが夢だとは言っても、どうしたら女優になれるのか皆目見当がつかない状態だ。それでいながら綺麗だと言われても、新手のキャッチだろうかといぶかしく思うしかない。僕は芸能事務所の者なんですが、八神って言います。そう言って渡された名刺には、よく聞く芸能事務所の名前が印刷されていた。私、ちっとも綺麗なんかじゃありません。こういったキャッチに捕まって、怪しい事務所に連れ込まれたという話を聞いたことがある。名刺になんと印刷されていようと、それが事実とは言い切れない。まして、美人でもない私に声をかけてきたということは、何か裏がありそうだと思った。いや、そんなことないですよ。今は自分でそう思ってるかもしれないけど、ちゃんと化粧して、おしゃれをしたら見違えるほど綺麗になれるんだよ。それに素材がいいんだよ。僕の目に狂いはないからね。そう言ってテレビでも露出度の多い芸能人の名前を口にした。彼らは僕が見つけてこうして声をかけた人たちなんだ。最初はあんなに綺麗じゃなかったんだよ。まあごく普通の人って感じだったかな。今テレビでも光を放っているのはそれなりに努力も必要だけど、その原石を見つけてくれる僕のような人材がいてこそなんだよ。そう言って男性は胸を張ってみせた。そういえば確かに街を歩いていて声をかけられ、それがきっかけで芸能界に入ったという人がいた。オーディションを受ければ正当な道でのスタートだが、声をかけられてのスタートも同じスタートだ。ただどっちにしても演技の勉強をするためにはお金がかかるのだ。ね、話を聞いてみない？なんなら親御さんも同席してさ、せっかくの素材をこのまま埋もれさせたらもったいないよ。親と言われてとんでもないと思った。親にこんな話をしたら一人暮らしだってやめろと言われかねない。さすがに大学まで辞めさせられることはないだろうが、長い時間をかけての通学になることはあるだろう。どうしようか。八神と名乗る男性は無理強いはしないけど、もったいないよと繰り返してくる。話を聞くにしても、親に同席してもらえれば安心もできるが、それができない今、一人で話を聞きに行くしかない。あるいは友達と。だが、もしも危険なところだったら、友達まで巻き込むことになる。私がうつむきながら考え込んでいると、だったらさ、気が向いたら電話ちょうだいよ。それまで待ってるからさ。とは言っても何十年も待たせないでね。せっかくのチャンスが逃げちゃうからね。
八神は笑顔を私に向けながら、じゃあね、と去っていった。残された私は呆然と八神の後ろ姿を見送ったのだった。それから数日はこの件が頭から離れず、何をしていても手につかない状態だった。このまま電話をしなければこの話は消え失せることになる。万が一危ない話だったら回避したことになるが、逆に千載一遇のチャンスだったら私は大きなチャンスを逃すことになるのだ。そしてこの先チャンスを逃してしまったことを悔やみながら生きていくことになるだろう。劇団に所属もしていない私がオーディションに受かることだって難しいのだ。だとしたら、そこまで考えはするものの、どうしても勇気が湧かない。そんな私の様子を見ていて、同じ女優志望の友達が声をかけてきた。どうしたの？何かあった？いつでも私が悩んでいると声をかけてくれる彼女はめぐみ。彼女も子供の頃から女優になりたくて、この大学を選んだという。劇団に入っているらしいが、どんなにオーディションを受けてもなかなか受からないと言って落ち込んでいたこともある。そんな彼女に詐欺かもしれないとは思っても、今回のことを相談するのはためらわれた。ねえ、何か悩みがあるなら相談に乗るよ。何度もそう言われて、とうとう私は藁にもすがる思いで悩みを打ち明けたのだった。すると彼女は真剣な表情となり、確かにここは考えどころだよね。こういう詐欺あるし、とはいえ有名な事務所だし。目の前に置かれたアイスコーヒー、そのコップの水滴を指でなぞりながら考え込んでいためぐみは、私の顔を見ると思ってもいなかったことを口にした。当たるんで有名な占い師がいるんだけど、占ってもらうっていうのもありじゃない？どうしたらいいのかって悩んでいるときは、そういうのもいいと思うよ。お互いに経験値の低い大学生だ。こんな相談をしても賛成も反対もできないだろう。後で後悔するならばチャレンジした方がいいことは分かっても、もしものことがあれば進めた方も責任を感じてしまう。ならば占いに頼ってみよう。そう思った私はめぐみの教えてくれた占い師のところに行くことにした。占い師は雑居ビルの中に小さな店を構えていた。古くからそこで開業しているのか、決してきれいな店とは言い難い。それでも当たるという評判があるだけに何人もの客が並んでいた。やっと私の番となり、黒いカーテン幕をそっと開け中に入った。中は暗く静かな音楽が流れている。テーブルの上には真っ白なテーブルクロスがかかり、数章の玉が置かれていた。なんとも神秘的な雰囲気なのに、なぜか目の前に座っている女性はスーツ姿。アンバランスだなと思いながら椅子に座る。と女性は何について占ってほしいのかと聞いてきた。そこで事の次第を話し、行くべきか行かざるべきかと質問を投げた。するとじっと話を聞いていた女性はにっこりと微笑むと手元のカードをシャッフルしだした。何度も何度もシャッフルするとカードを並べ、ではその男性が信じるに値する人なのかどうかですが、そう言ってカードを表にすると、大丈夫、信じても問題はないです。と言った。そして次々にカードをめくり、最後に言ったことは私の背中を強く押してくれたのだった。与えられた人生には喜びは少ないものです。ご両親がおっしゃるように、結婚することも一つの人生ですが、あなたが夢をつかむためにチャレンジしたいと思うのであれば、退路を断っても
前進した方が実りのある人生を得ることができます。甘いや優柔不断な態度を改め前進すべきとこのカードは伝えています。そう言って私の前にそっと置かれたそのカードは白馬にまたがり勇ましく出陣しようとする騎士の姿が描かれていた。占いの店を出ると私の気持ちは固まっていた。親に反対されようと私は私の人生を歩くのだ。今このチャンスをつかまずに終わらせてしまったらきっと後悔することだろう。バッグから携帯を取り出すと名刺の番号に電話をかけた。数日後、私は芸能事務所のドアを開けていた。さすがに有名な事務所らしく大きなビルだ。その中の一室というのならばわからないでもないが、そのビルのすべてが芸能事務所の持ち物なのだから驚きだった。促されるままに広い会議室の椅子に座ると八神が入ってきた。いやー、やっと連絡をくれたね。待ってたんだよ。明るい表情の八神はそう言うと書類をテーブルの上に置いた。で、うちの事務所に入ってくれるってことでいいのかな？入りたいのは山々だが、レッスン料などがどれほどかかるのかと思うと簡単に返事はできない。それを口にすると八神は「ああそうだよね」と言って書類を私の前に置いた。実際のところ歌のレッスンやダンスのレッスンなんかでこれだけのお金が必要になるんだけど、他よりはずっと安いんだよ。安いんだよというその金額は大学生の私には到底払える額ではない。あまりの金額にやっぱり諦めるしかないのかとがっくりと肩を落としていると、自分で払うのは無理だろうけど親御さんから出してもらえば大丈夫でしょという。親に出してくれなんて言えるはずもないのに簡単に言ってくれるものだ。いえ、親は芸能に行くことは反対しているので無理です。小さな声でそう言うと八神は渋い顔をした。そうか。年齢はもうすぐ20歳になるんだね。20歳になるなら親の了解は必要ないけど、あずはさんとしてはやっぱり親に内緒でってのは嫌だよね。親に内緒。そう言われて確かに大学の費用を出してもらって、その上こんな決断をしたことは親に申し訳ないと思う。でもこのまま夢を諦めるのも嫌だ。占いの結果だって前進しろって言っていたじゃないか。退路を断っても前進しろと。私はその言葉を思い出すと顔を上げて八神を見た。いえ、親に言ったら自分の夢を諦めるしかなくなります。私は自分の夢をつかみたいんです。力強い私の言葉に八神はじっと考え込んでいたが、ちょっと待って、と言うと部屋から出て行った。やはり親に言えないような女の子では後で問題が出ることもあるから使えないと思われたのかもしれない。これがダメだったら私はショックを受けたままアパートに帰ることになる。それがどれほど辛いことか。ならば何とかしてお金を作るしかないじゃないか。でもどうやって。そんなことを考えていたとき、八神が再び姿を現した。お待たせ。今ね、社長に直談判してきたんだ。そう言って笑う八神は社長と直に話ができるほどの地位にいるということか。それでね、逸材を見つけたからって話したらね、だったらデビューしたらレッスン料を回収すればいいってことになったんだよ。え、それって。
まずは会社からお金を出してあげるから、デビューしてお金が入るようになったら少しずつ払ってくれればいいよって話。まさかこんな展開になるとは思ってもいなかった。だから俳優ってくくりじゃなくなるけどいい？それはどういう？つまり歌とかね、バラエティとか。君なら大丈夫だよと言いながらご機嫌な八神だが、なんでそんなことを社長に話して通すことができたのか。ああ、僕は社長の息子。こう見えても御曹司なの。そう言って笑っているのだ。御曹司ってこんなにざっくばらんなものなのだろうか。社会ってわからないところだなと思いながらも、御曹司の八神に感謝している私だった。大学はもちろん続けながらの芸能活動は思った以上に過酷なものだった。大学にバイト、そしてレッスン。その生活が半年以上続き、20歳の誕生日を迎えた頃だった。八神からデビューの日が知らされた。マネージャーは女性ということでいろいろと教えてくれた。化粧の仕方などはプロ並みのテクニックを持っているし、洋服もセンスのいいものをチョイスしてくれる。こうして私はどんどん変わっていったのだった。もちろん苦しいことも多かった。芸能の世界にこれほど厳しい上下関係があるなんて思ってもいなかったが、その状況に馴染むことができなければ夢をつかむことはできないのだ。新曲をもらってもなかなか上手に歌えず、歌手になりたいわけではないと泣いた日もあった。今となっては遠い昔のようだけど、どうしてかって？だって私は夢をつかんだのだから。歌を覚え、ダンスを身につけ、ステージに立つ。多くのファンの前で歌を披露し、時には映画やドラマにも出演する。そんな私の姿を見た両親は驚き呆れていたが、今さら怒っても仕方がないからと応援してくれている。妹は華やかな世界の私を見ても、自分は好きな人と結婚して平和に暮らしたいからと笑っていた。たった2人の姉妹だが、妹が親の思う通りになってくれたことには本当に感謝だ。そうでなかったら私はやはり親に認めてはもらえなかっただろう。大学時代に私に占い師を紹介してくれた友達は、私のことを羨むこともなく、今でも大切な友達だ。それがあずはの人生で、私は小さな劇団の中で楽しくやるのが人生。華やかではないけど、これで幸せだよ。と言っていた彼女も、先日結婚式の招待状をくれた。友人代表の挨拶の代わりに、私にできる最大の祝福として数曲の歌を披露した。めぐみはプロの歌手に歌ってもらえるとか最高なんだけどと喜んでいたし、彼女の親族や旦那さんからも喜ばれた。こうして私は自分の夢をつかんだわけだが、あの時占いに行かなかったら今の幸せはなかったことだろう。前進して本当に良かったと思う。あの時諦めていたら、私は一生後悔して過ごしたのだから。いかがでしたでしょうか。このカードは理想に反して現状は厳しいことを暗示しています。しかし退路を断っても前進し、甘えや優柔不断な態度を改め、今こそ前進すべきだとも告げています。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。